今日は JLPT N2 合格のための24個の文法を一気にマスターしましょう。ビジネスシーンや日常会話でもそのまま使える例文ばかりを集めましたので、最後まで一緒に頑張りましょう。それでは早速始めます。最初の文法はざるを得ないです。この文法は本当はやりたくないけれど、いろいろな事情があってどうしてもそうでなければならない、仕方がないという時に使います。ビジネスの場面で自分の意思ではないけれど、会社のルールなどで仕方なくやるというニュアンスを伝えるのにとても便利です。接続のルールです。動詞の内形からないを取ってざるを得ないをつけます。ただし、するはせざるを得ないになるので注意してください。例えば、行くは行かないなので行かざるを得ないになります。では、例文を3つ見てみましょう。1つ目の例文です。大型台風が近づいているため、明日のイベントは中止せざるを得ない。大型台風が近づいているため、明日のイベントは中止せざるを得ない。これは、本当は開催したいけれど、お客様の安全という事情があるから仕方なく中止にするという状況です。二つ目の例文です。社長の命令なので、この難しい仕事を引き受けざるを得ない。社長の命令なので、この難しい仕事を引き受けざるを得ない。本当はやりたくないけれど、社長の命令だから断れない。仕方なくやる。というビジネスでよくある状況ですね。三つ目の例文です。終電がなくなってしまったので、タクシーで帰らざるを得ない。終電がなくなってしまったので、タクシーで帰らざるを得ない。これも日常会話でよく使います。本当は高いから嫌だけど、他に方法がないから仕方なくタクシーに乗るということです。どれも本当はしたくないのにという気持ちが強いですね。ざるを得ないのニュアンスはつかめましたか？明日の仕事でどうしてもやりたくない作業があったら、心の中でこれは会社のルールだからやらざるを得ないとつぶやいてみてください。次の文法は兼ねないです。この文法はこのまま行くときっと悪い結果になってしまうだろうという危険な予想や心配を表すときに使います。ビジネスの場面でリスクを説明したり、注意を促したりするときにとても重要な表現です。日常会話で使う場合には、可燃という形になります。接続のルールは簡単です。動詞のマス形からますを取って兼ねないをつけます。例えば、なるはなりますなので、なりかねないになります。起こすは起こしますなので、起こしかねないですね。では、例文を3つ見てみましょう。1つ目の例文です。こんなに小さなミスでも大きなクレームになりかねない。こんなに小さなミスでも大きなクレームになりかねない。これは、今は小さなミスだけど、放置すると後で大変なクレームになる危険性があると注意している状況です。2つ目の例文です。毎日こんなに遅くまで残業していたら、過労で倒れかねないよ。毎日こんなに遅くまで残業していたら、過労で倒れかねないよ。これは、相手の健康を心配して、このままだと倒れるかもしれないという悪い予想を伝えています。3つ目の例文です。確認せずにメールを送ると、会社の信用を失いかねない。確認せずにメールを送ると、会社の信用を失いかねない。ビジネスの基本的なルールですね。確認しないという行動が信用を失うという最悪の結果につながる危険があるということです。兼ねないのニュアンスどうでしょうか？このままだと危ないぞという感覚や予想を言いたいときに使えますね。明日の仕事で後輩が危ない仕事をしていたら、そんなことをしたら大きな事故になりかねないよと注意してあげてくださいね。次の文法はばかりにです。この文法はあるたった一つの理由だけですごく悪い結果になってしまった。激しく後悔しているという時に使います。あの時あんなことをしたせいでという強い反省の気持ちが込められています。接続のルールです。動詞は多形、い形容詞はそのまま、な形容詞はな、またはである。名詞はであるの後にばかりにをつけます。例えば、行くは
行ったばかりになります。では、例文を3つ見てみましょう。1つ目の例文です。書類の確認を忘れたばかりにお客様に多大な迷惑をかけてしまった。書類の確認を忘れたばかりにお客様に多大な迷惑をかけてしまった。たった1回連絡を忘れたというその一つの理由だけで大きなクレームになってしまったという深い後悔の気持ちですね。2つ目の例文。お金がないばかりに大学への進学を諦めなければならなかった。お金がないばかりに大学への進学を諦めなければならなかった。頭も良くてやる気もあるのにお金がないというその一つの理由だけで夢を諦めるという悲しい結果になった状況です。3つ目の例文です。自分の日本語能力に自信があったばかりに大事な会議で大きなミスをしてしまった。自分の日本語能力に自信があったばかりに大事な会議で大きなミスをしてしまった。自信があったせいで準備をしなかった。その結果悪いことになった。という反省です。どうでしょうか？ばかりにのニュアンスはつかめましたか？ただのだからではなく、その一つの理由のせいで悪い結果になったという後悔して泣きたいような感情がポイントです。明日の仕事であの時確認しなかったばかりにと後悔しないように気をつけてくださいね。次の文法はものだからです。この文法は理由や事情を説明するときに使います。本当はそうしたくなかったけれど、どうしてもこういう事情があったんです。と相手に分かってほしいとき、つまり少し言い訳をしたり、謝ったりするときにとても便利な表現です。接続のルールです。動詞とい形容詞は普通形にものだからをつけます。な形容詞はな、名詞はな、またはであるの後にものだからをつけます。日常会話ではもんだからと短く言うこともとても多いです。では、例文を3つ見てみましょう。1つ目の例文です。電車が遅れたものだから会議に遅刻してしまいました。申し訳ありません。電車が遅れたものだから会社に遅刻してしまいました。申し訳ありません。これは私が悪いわけではなく、電車が遅れたという避けられない事情があったんです。と柔らかく言い訳をしながら謝っている状況です。2つ目の例文。まだ日本語の敬語が得意ではないものだから、失礼な言い方になってしまったらすみません。まだ日本語の敬語が得意ではないものだから、失礼な言い方になってしまったらすみません。これも私はまだ勉強中だという自分の事情を説明して、相手に前もって理解と許しを求めています。3つ目の例文です。久しぶりに友達に会って嬉しかったものだから、ついお酒を飲みすぎてしまった。久しぶりに友達に会って嬉しかったものだから、ついお酒を飲みすぎてしまった。嬉しかったという個人的な理由で予想外の失敗をしてしまったという可愛らしい言い訳です。どうでしょうか？ものだからのニュアンスはつかめましたか？ただのからやのでというよりも仕方なかったんです。申し訳ないです。という気持ちが伝わりやすくなります。ただ、ビジネスでは相手の立場に気をつけてください。目上の人に使うと言い訳のニュアンスが強くて失礼になる可能性が高いです。日本人は物だからよりも物なのでと言って少し丁寧にしたりもしますね。明日の仕事でもし少し遅れそうになったら、道が渋滞していたものだからと使ってみてください。次の文法は、くせにです。この文法は、なのにと似ていますが、もっと強い非難や不満の気持ちを表すときに使います。相手の立場や言っていることと、実際の行動が違っていて、おかしいじゃないかと怒ったり、呆れたりするニュアンスです。自分のことには使えないので注意してくださいね。接続のルールです。動詞とい形容詞は普通形にくせにをつけます。な形容詞はな、名詞はの後にくせにをつけます。では、例文を3つ見てみましょう。1つ目の例文です。彼は現場の仕事を何も知らないくせに、上から目線で文句ばかり言ってくる。彼は現場の仕事を何も知らないくせに、上から目線で文句ばかり言ってくる。これは知らないなら黙っていればいいのに、
偉そうに文句を言うなんて腹が立つ。と相手を非難しています。二つ目の例文です。あの人は店長のくせに何かトラブルがあるとすぐ逃げてしまう。あの人は店長のくせに何かトラブルがあるとすぐ逃げてしまう。店長という責任ある立場なのに全く責任を果たしていないことへの強い不満を表しています。三つ目の例文。先輩は私の仕事を手伝うと言ったくせに時間になったらさっさと帰ってしまった。先輩は私の仕事を手伝うと言ったくせに時間になったらさっさと帰ってしまった。手伝うと約束したのに嘘をついて帰ってしまったことへの怒りや呆れの気持ちですね。どうでしょうか？くせにのニュアンスはつかめましたか？とても強い言葉なので、職場で直接相手に言うと喧嘩になってしまいます。心の中で不満に思った時や、仲のいい同僚にこっそり愚痴を言う時に使ってください。次の文法は、つつです。この文法には大きく分けて2つの使い方があります。1つ目は、ながらと同じで、2つのことを同時にするという意味です。2つ目は、のにと一緒で、頭では分かっているのに違う行動をしてしまうという意味です。接続のルールは簡単です。動詞のます形からますを取ってつつをつけます。それだけ。では、例文を3つ見てみましょう。まずは1つ目の例文です。働きつつ日本語の勉強を続けるのは大変だ。働きつつ日本語の勉強を続けるのは大変だ。働きながら勉強もするという2つの行動を同時にしている状況ですね。ながらよりも大人っぽくてプロフェッショナルな響きになります。次に2つ目の例文です。体に悪いと知りつつ毎日カップラーメンを食べてしまう。体に悪いと知りつつ毎日カップラーメンを食べてしまう。頭では体に悪いと分かっているのにやめられないという矛盾した気持ちを表しています。3つ目の例文です。良くないことだと思いつつ上司のミスを見て見ぬふりをしてしまった。良くないことだと思いつつ上司のミスを見て見ぬふりをしてしまった。本当は注意するべきだと分かっていたのに言えなかったという後悔の気持ちが入っています。つつの2つの使い方、分かりましたか？明日の仕事で難しい問題を解決するときは、資料を見つつ考えますと言ってみてください。次の文法は、もののです。この文法は、けれどもと同じ意味ですが、ビジネスや少し硬い場面でよく使われます。ある事実は確かに認めるけれど、そこから予想される結果にはなっていないという時に使います。少し残念な気持ちや予想外だというニュアンスが含まれるのがポイントです。接続のルールです。動詞とい形容詞は普通形にもののをつけます。な形容詞はな。名詞はであるの後にもののをつけます。では、例文を3つ見てみましょう。1つ目の例文です。日本語の勉強を始めたものの、漢字が難しくて全然覚えられない。勉強を始めたという事実はあるけれど、期待したように覚えられていないという結果に対して残念だという気持ちですね。二つ目の例文です。お客様に謝罪したものの、まだ怒りは収まっていないようだ。お客様に謝罪したものの、まだ怒りは収まっていないようだ。謝ったから許してもらえると思ったけれど、予想と違って許してもらえなかったという状況です。三つ目の例文です。新しいパソコンを買ったものの使い方が全くわからない。新しいパソコンを買ったものの使い方が全くわからない。これも買ったという事実があるのに使えないという予想外の結果になっています。どうでしょうか？もののニュアンスはつかめましたか？明日の仕事で資料を作ったけれど自信がないという時は、資料を作成したもののまだ完璧ではありませんと言ってみてください。次の文法は反面です。この文法は一つのものや人の中にある全く反対の二つの特徴を言うときに使います。いいところと悪いところ、つまりメリットとデメリットを比べるときにとても便利な表現です。接続のルールです。動詞とい形容詞は普通形に反面をつけます。な形容詞はな、またはである。
名詞はであるの後に反面をつけます。では、例文を3つ見てみましょう。1つ目の例文です。この新しいシステムは便利な反面、操作を覚えるのが大変だ。この新しいシステムは便利な反面、操作を覚えるのが大変だ。便利だといういい特徴の裏に覚えるのが難しいという悪い特徴があると客観的に分析しています。二つ目の例文です。私の仕事はやりがいがある反面、残業が多くて疲れる。私の仕事はやりがいがある反面、残業が多くて疲れる。楽しいというメリットと疲れるというデメリットの両方があるという状況です。三つ目の例文です。あの先輩は仕事に厳しい反面、落ち込んでいるときは優しく慰めてくれる。あの先輩は仕事に厳しい反面、落ち込んでいるときは優しく慰めてくれる。厳しいという顔の裏側に優しいという別の顔を持っているということですね。反面のニュアンスどうでしょうか？明日の仕事で新しいルールについて意見を求められたら、この新しいルールはいい反面、こういう問題もあります。と答えてみてください。非常に賢く見えます。次の文法は、途端にです。この文法は何かをした、そのすぐ後に急に別のことが起きたという時に使います。自分が予想していなかったことや驚くような変化が突然起きたというニュアンスが強く含まれます。接続のルールはとてもシンプルです。動詞の多形の後に途端にをつけます。では、例文を3つ見てみましょう。1つ目の例文です。会社を出た途端に大雨が降ってきた。会社を出た途端に大雨が降ってきた。会社を出たその瞬間に予想外の雨が急に降ってきたという驚きや困った気持ちを表しています。2つ目の例文です。会議が終わった途端に上司が突然怒り出した。会議が終わった途端に上司が突然怒り出した。会議中は普通だったのに、終わったすぐ後に急に起こり始めたという予想外の出来事ですね。3つ目の例文です。新しいシステムを導入した途端にエラーが発生した。新しいシステムを導入した途端にエラーが発生した。導入した直後にコントロールできない問題が起きてしまったという状況です。すべて予想をしていなかったことが突然起きたということですね。ここでテストでよく出る重要な注意点があります。途端にの後ろの文には自分の意思でコントロールできること、例えばこれからご飯を食べようなどの言葉は使えません。自然に起きたことや予想外の変化だけにしか使えないので気をつけてください。明日の仕事でパソコンを開いた直後にフリーズしてしまったら、心の中でパソコンを開いた途端にフリーズしてしまったとつぶやいてみてくださいね。次の文法は、かと思うとです。日常会話では、かと思ったらということも多いです。この文法は、さっきまでこうだったのに、すぐ後に全く違うことが起きたという時に使います。え、もう変わったのという強い驚きのニュアンスが含まれるのがポイントです。接続のルールです。動詞の多形の後に、かと思うとをつけます。ここで非常に重要な注意点があります。この文法は他人の行動や自然の変化に対して驚くときに使うので、自分の行動には使えません。気をつけてくださいね。では、例文を3つ見てみましょう。1つ目の例文です。赤ちゃんはさっきまで激しく泣いていたかと思うと、今はもう機嫌よく笑っている。赤ちゃんはさっきまで激しく泣いていたかと思うと、今はもう機嫌よく笑っている。さっきは泣いていたのに、もう笑っている。という赤ちゃん特有の気分の早い変化について驚いている状況です。二つ目の例文です。あの新入社員は出社したかと思うとすぐ営業に出かけていった。あの新入社員は出社したかと思うとすぐ営業に出かけていった。会社に来たばかりなのに休む暇もなくすぐに外に出て行ったという行動の速さに驚いています。三つ目の例文です。急に空が暗くなったかと思うと激しい雨が降り出した。急に空が暗くなったかと思うと激しい雨が降り出した。暗くなったすぐ後に大雨が降ってきたという予想外の天気の変化ですね。どうでしょうか？
かと思うとのニュアンスはつかめましたか？すべてかと思ったらに変えることができます。話し言葉では特に失礼になったりとかはしないので安心してください。前回勉強した途端にと似ていますが、かと思うとはさっきまでと全然違うという反対の出来事が連続して起こるときに使われます。明日の仕事でとても忙しく走り回っている先輩を見たら、心の中で先輩は戻ってきたかと思うとまたすぐ出て行ったとつぶやいてみてくださいね。次の文法は酔うものならです。この文法は、もし万が一そんなことをしたら大変なことになる、最悪の結果になるぞという強い警告や恐れの気持ちを表すときに使います。なので、絶対にやってはいけないというニュアンスがポイントです。接続のルールは、動詞の移行形の後にものならをつけます。移行形というのは、しようや移行の形ですね。では、例文を3つ見てみましょう。1つ目の例文です。あの怖い部長のミスを指摘しようものなら、後でどんなに怒られるかわからない。あの怖い部長のミスを指摘しようものなら、後でどんなに怒られるかわからない。もし部長のミスを指摘したらめちゃくちゃ怒られるという最悪の結果になるから、絶対に言えないという恐怖を表しています。2つ目の例文です。この会社の機密情報を外に漏らそうものなら、すぐクビになってしまうだろう。この会社の機密情報を外に漏らそうものなら、すぐにクビになってしまうだろう。もし情報を漏らしたら、クビという取り返しのつかない結果になるという強い警告です。3つ目の例文です。妻が作った料理に文句を言おうものなら、明日から弁当を作ってもらえなくなる。妻が作った料理に文句を言おうものなら、明日から弁当を作ってもらえなくなる。もし文句を言ったらお弁当を作ってくれなくなるという恐ろしい結果が待っているから、絶対に文句は言わない、言うことはできないということですね。どうでしょうか？読むものならのニュアンスはつかめましたか？とても重要なルールとして、この文法の後ろには必ずマイナスのこと、悪い結果が来ます。明日の仕事で絶対に遅刻できない大事な会議があったら、心の中で明日遅刻しようものなら社長に怒られるとつぶやいてみてくださいね。次の文法は次第です。この文法は何かが終わったらすぐに次の行動をしますと相手に約束するときに使います。したらすぐにと同じ意味ですが、とても丁寧な言葉なのでビジネスの場面で毎日必ずと言っていいほど使われます。接続のルールは簡単です。動詞のマスキーからマスを取って次第をつけます。また、連絡や確認のような名詞の後に直接次第をつけることもよくあります。では、例文を3つ見てみましょう。1つ目の例文です。スケジュールが決まり次第ご連絡いたします。スケジュールが決まり次第ご連絡いたします。予定が決まったらすぐに連絡しますとお客様に約束する最もよく使うフレーズです。2つ目の例文。商品がこちらに届き次第発送いたします。商品がこちらに届き次第発送いたします。商品が到着したらすぐにそちらに送りますよという丁寧なお知らせです。オンラインで商品を買った時などによく見るお知らせですね。3つ目の例文です。書類の確認が終わり次第社長に提出してください。書類の確認が終わり次第社長に提出してください。終わったらすぐに出してねと相手にお願いしたり指示したりする使い方です。終わったらというと相手との距離が近くなってしまうので、ビジネスの場面では年下、年上関係なく使います。ここでテストによく出る重要な注意点があります。この文法はこれからすること、つまり未来の約束にだけ使います。家に着き次第寝ましたのように過去の出来事には絶対に使えないので注意してくださいね。明日の仕事でお客様にメールを書くときは分かり次第ご連絡しますと使ってみてくださいね。次の文法はないことにはです。この文法はまずはそれをしなければ次のことは絶対にできない、無理だという強い条件を伝えるときに使います。ビジネスの場面でお客様や上司に順番や条件をしっかり説明するときにとても便利な表現です。接続のルールです。
動詞や形容詞の内形の後にことにはをつけます。後ろの文章が否定の形になるのも特徴です。では、例文を3つ見てみましょう。1つ目の例文です。実際に機械の故障状況を見ないことには、修理の金額はお答えできません。実際に機械の故障状況を見ないことには、修理の金額はお答えできません。まずは見るという条件をクリアしないと、金額を出すことは絶対に無理ですとお客様に説明しています。2つ目の例文です。社長の許可をもらわないことには、この新しいプロジェクトは進められない。社長の許可をもらわないことには、この新しいプロジェクトは進められない。社長の OK が絶対の条件で、それがなければスタートができないという状況を説明しています。3つ目の例文です。病気が完全に治らないことには激しいスポーツをしてはいけません。病気が完全に治らないことには激しいスポーツをしてはいけません。健康になることが先で、それまでは運動は無理ですよという強い注意です。どうですか？ないことにはの使い方はわかりましたか？ここでテストによく出る重要なポイントがあります。この文法の後ろの文には必ずできない、無理だ、わからないというマイナスの言葉、否定の言葉が来ます。明日の仕事でお客様から急に見積もりをお願いされたら、詳しいお話を聞かないことにはお見積もりは出せません。と、プロフェッショナルに答えてみてください。次の文法は、ことだです。この文法は、相手にアドバイスや忠告をするときに使います。いろいろあるけれど、結局はそうするのが一番いいですよ。そうするべきですよ。と、自分の意見を相手にしっかり伝えるときの表現です。接続のルールです。動詞の辞書形または内形の後にことだをつけます。では、例文を3つ見てみましょう。1つ目の例文です。日本語がもっと上手になりたいなら、毎日日本人の同僚とたくさん話すことだ。日本語がもっと上手になりたいなら、毎日日本人の同僚とたくさん話すことだ。上達するためには、とにかく話すのが一番の近道だよ、と強く勧めています。2つ目の例文です。風邪を早く治したいなら、今日は無理をせずに早く寝ることだ。風邪を早く治したいなら、今日は無理をせずに早く寝ることだ。薬を飲むより何より、早く寝るのが一番いい方法だよ、という強いアドバイスです。3つ目の例文です。仕事でミスをしたくないなら、わからないことをそのままにしないことだ。仕事でミスをしたくないなら、わからないことをそのままにしないことだ。わからないままにするのは一番良くないから絶対にやめなさいという仕事の重要な忠告です。どうですか？ことだのニュアンスはつかめましたか？ここで日本で働く上で絶対に間違えてはいけない重要な注意点があります。この文法は先輩から後輩へ、親から子供へなど目下の人に対して使う言葉です。ですから、社長やお客様など目上の人には絶対に使わないでください。明日の仕事で後輩から仕事の相談を受けたら、まずはマニュアルをよく読むことだよと先輩らしくアドバイスしてみてくださいね。次の文法はものだです。この文法には大きく分けて3つの大切な意味があります。1つ目はみんなが知っている常識や当たり前のこと。2つ目は昔の懐かしい思い出。3つ目は本当にそうだなぁという深い感情です。テストでも会話でも非常によく使うのでしっかり覚えましょう。接続のルールもそれぞれ異なります。一つ目、常識の意味の時は動詞の辞書形または内形を使います。二つ目の思い出の意味の時は動詞の多形を使います。三つ目の感情の意味の時は動詞や形容詞の普通形を使います。それでは例文を3つ見てみましょう。まずは1つ目、常識の例文です。新入社員は誰にでも元気に挨拶をするものだ。新入社員は誰にでも元気に挨拶をするものだ。社会のルールとして挨拶をするのが当たり前ですよ。という一般的な常識を教えています。次に2つ目、過去の思い出の例文です。子供の頃はよくこの公園で友達と遊んだものだ。子供の頃はよくこの公園で友達と遊んだものだ。昔はよくこうしたなぁと懐かしく思い出す時の表現です。よくという言葉と一緒に使うことが多いですね。
最後に3つ目、深い感情の例文です。1年が経つのは本当に早いものだ。1年が経つのは本当に早いものだ。1年って本当に早いなぁとしみじみ感じている気持ちを表しています。本当になどの言葉と一緒に使うと自然になります。どうでしょうか？ものだの3つの意味は分かりましたか？当たり前のこと、昔の思い出、そして深い感情。この3つを使い分けられるようになると、あなたの日本語はもっと自然になります。明日の仕事で疲れたなぁと思ったら、毎日満員電車で通勤するのは本当に大変なものだ。と心の中でつぶやいてみてくださいね。ちなみに、慣れてくると、もんだという言い方になります。日本人はこの使い方をする人が多いので、聞いた時にわかるようになっているといいですね。次の文法は、わけがないです。この文法は、絶対にそんなことはない、そんなはずがないという強い否定の気持ちや自分の確信を表すときに使います。自分の経験や常識から考えて絶対にありえないと強く言いたいときにとても便利な表現です。接続のルールです。動詞とい形容詞は普通形にわけがないをつけます。な形容詞はな、またはである。名詞はの、またはであるの後にわけがないをつけます。では、例文を3つ見てみましょう。1つ目の例文です。こんなに山のようにある仕事が今日中に終わるわけがない。こんなに山のようにある仕事が今日中に終わるわけがない。量が多すぎるから絶対に今日中は無理だと強く否定している状況ですね。2つ目の例文です。あの真面目な鈴木さんが無断で会社を休むわけがない。あの真面目な鈴木さんが無断で会社を休むわけがない。鈴木さんの真面目な性格をよく知っているから絶対にそんなことをするはずがないと強く信じている気持ちを表しています。3つ目の例文です。こんなに安いパソコンが性能がいいわけがない。こんなに安いパソコンが性能がいいわけがない。値段が安すぎるという理由から絶対に性能は良くないはずだと強く確信している状況です。わけがないのニュアンスどうでしょうか？ただのないというよりも自分の強い自信や絶対に無理だという感情がこもっているのがポイントです。明日の仕事で絶対にできないような難しい仕事をお願いされたら心の中でこんなの一人でできるわけがないとつぶやいてみてくださいね。次の文法は気味です。この文法は完全にそうではないけれど少しそういう状態だ。ちょっとそういう傾向があるという時に使います。ポイントは風邪や疲れなどあまり良くないこと、マイナスの状態を表す時に使われることが多いということです。接続のルールは簡単です。動詞のます形からますを取って気味をつけます。名詞の場合は名詞に直接気味をつけます。では、例文を3つ見てみましょう。1つ目の例文です。今日は朝から少し風邪気味なので、早く帰って休みます。今日は朝から少し風邪気味なので、早く帰って休みます。完全に重い病気ではないけれど、少し風邪っぽい、ちょっと体調が悪いという状態を表す、とてもよく使う表現です。二つ目の例文です。最近毎日残業が続いているので、少し疲れ気味だ。最近毎日残業が続いているので、少し疲れ気味だ。これも日常やビジネスでよく使います。完全に倒れるほどではないけれど、ちょっと疲れが溜まっている状態ですね。三つ目の例文です。プロジェクトのスケジュールが予定より遅れ気味なので急ぎましょう。プロジェクトのスケジュールが予定より遅れ気味なので急ぎましょう。少し遅れている傾向があるから注意しようという意味です。どうでしょうか？気味のニュアンスはつかめましたか？ただの風邪ですとか遅れていますというよりも少しそういう状態になりつつあるという軽いマイナスの変化を表すのにとても便利な言葉です。明日の仕事でちょっと体調が優れないときは、今日は少し風邪気味ですと周りの人に伝えてみてください。次の文法はガチです。この文法はよくそういうことをしてしまう、そういう状態になりやすいという傾向を表すときに使います。ポイントは前回勉強した気味と同じように病気や失敗などあまり良くないこと、マイナスの傾向を表すときに使うということです。接続のルールは簡単です。動詞のマス形から
ますを取ってガチをつけます。名詞の場合は名詞に直接ガチをつけます。では、例文を3つ見てみましょう。1つ目の例文です。毎日忙しいと家族との大切な時間を忘れがちになる。毎日忙しいと家族との大切な時間を忘れがちになる。忙しいせいで家族の時間を忘れる回数が多くなっているというマイナスの傾向を表しています。二つ目の例文です。新入社員の頃は会議でどうしても遠慮がちになってしまう。新入社員の頃は会議でどうしても遠慮がちになってしまう。遠慮するという行動をよくしてしまう。そういう状態になりやすいという意味ですね。三つ目の例文です。私は子供の頃は体が弱くて病気がちだった。私は子供の頃は体が弱くて病気がちだった。健康な日よりも病気になっている回数の方が多かったという過去の傾向を表しています。どうでしょうか？ガチのニュアンスはつかめましたか？前回勉強した気味は今ちょっとそういう状態だというレベルの変化を表していますが、今回のガチは何度も繰り返してしまうという頻度や回数の多さを表すのが違いです。明日の仕事でうっかりミスをしてしまったら、最近疲れていてミスをしがちだなぁと考えて気をつけてみてくださいね。次の文法は限りはです。この文法はその状態が続いている間はずっとそうなるという条件を表すときに使います。ビジネスのルールを説明するときや自分の強い意志を伝えるときによく使われます。接続のルールです。動詞は辞書形、ている、または内形の後に限り、または限りはをつけます。名詞の場合はであるの後に限りをつけます。では、例文を3つ見てみましょう。1つ目の例文です。この会社で働く限りは会社のルールを守らなければならない。この会社で働く限りは会社のルールを守らなければならない。この会社の社員である間はずっとルールを守る必要があるというビジネスの基本的な条件を説明しています。二つ目の例文です。私の体力が続く限りは今の仕事を頑張りたいと思っています。私の体力が続く限りは今の仕事を頑張りたいと思っています。自分の意思を表す使い方です。体力がある間はずっと全力で働くぞという前向きな気持ちですね。3つ目の例文はテストやビジネスの会話で一番よく出る形です。これはない限りという否定の形です。これをしない間はずっと無理だという意味になります。社長が考えを変えない限りはこのプロジェクトは成功しない。社長が考えを変えない限りはこのプロジェクトは成功しない。社長が変わるまではずっと成功しないという強い条件になります。どうでしょうか？限りは、またはない限りはのニュアンスはつかめましたか？明日の仕事で難しい目標に向かうとき、自分が諦めない限りは絶対にチャンスがあると心の中でつぶやいてみてくださいね。次の文法は、ぽいです。この文法は完全にそうとは言えないけれど、なんとなくそんな感じがする。または、よくそういう行動をしてしまうという時に使います。ポイントは子供っぽいや安っぽいのように少しマイナスの意味や悪口で使われることが多いということです。接続のルールです。名詞の後に直接ぽいをつけます。動詞の場合はます形からますを取ってぽいをつけます。い形容詞はいを取ってつけます。では例文を3つ見てみましょう。1つ目の例文です。このカバンは高い値段だったのにデザインが安っぽく見える。このカバンは高い値段だったのにデザインが安っぽく見える。本当は安くないのになんとなく安い感じがするとマイナスの評価をしている状況です。二つ目の例文です。彼はもう30歳なのにすぐ拗ねたりして子供っぽい。彼はもう30歳なのにすぐ拗ねたりして子供っぽい。本当はもう大人なのに子供のような態度をとるという意味ですね。三つ目の例文です。最近疲れているせいか、とても忘れっぽくなった。最近疲れているせいか、とても忘れっぽくなった。物忘れをよくしてしまうという自分のマイナスな変化を表しています。どうでしょうか？ぽいのニュアンスはつかめましたか？
前に勉強したガチと似ていますが、ぽいは性質や見た目がそう感じるという時にも使えるのが大きな違いです。明日の仕事でとても怒りやすい人を見たら、あの人は怒りっぽい性格だなと心の中でつぶやいてみてください。次の文法は兼ねるです。この文法はビジネスの場面で相手の頼みを丁寧に断るときによく使われます。そうしたい気持ちはあるのですが、自分の立場や状況のせいでどうしてもできないという申し訳ない気持ちを表すとても大人の表現です。接続のルールは簡単です。動詞のます形からますを取って兼ねるをつけます。ビジネスの会話では兼ねますという丁寧な形でよく使われます。では、絶対に覚えておきたい3つのフレーズを見てみましょう。1つ目の例文。担当者が不在のため、私では分かりかねます。担当者が不在のため、私では分かりかねます。お客様からの質問に分かりませんと言うと失礼なので、分かりかねますと丁寧に答えている状況です。2つ目の例文。プライバシーに関する質問にはお答えしかねます。プライバシーに関する質問にはお答えしかねます。答えることはできませんとストレートに言うのではなく、お答えしかねますと柔らかく、でもしっかりと断っています。3つ目の例文です。そのご要望は残念ですがお受けしかねます。そのご要望は残念ですがお受けしかねます。引き受けることができませんということを相手に敬意を払いながら伝えるとてもプロフェッショナルな表現です。ここでテストにも出る重要な注意点です。この文法は能力がなくてできないという時には使えません。例えば、私は英語が話しかねますとは言えません。この場合は普通に私は英語が話せませんと言ってください。明日の仕事でどうしてもお客様の要望にお答えできないときは、申し訳ございませんが、いたしかねますとプロフェッショナルっぽく断ってみてくださいね。次の文法はしそうになるです。この文法はもう少しでその状態になりかけたけれど、実際にはならなかった。ギリギリで助かったという時に使います。危なかったというヒヤッとする経験や感情が爆発する寸前だったというニュアンスを表すのにとても便利な表現です。接続のルールは簡単です。動詞のます形からますを取ってそうになるをつけます。では、例文を3つ見てみましょう。1つ目の例文です。駅の階段でつまずいて、もう少しで下まで落ちそうになった。駅の階段でつまずいて、もう少しで下まで落ちそうになった。落ちる寸前だったけれど、ギリギリで手すりなどを掴んで落ちなかった。危なかったという状況です。二つ目の例文。パソコンの操作を間違えて大切なデータを全部消しそうになった。パソコンの操作を間違えて大切なデータを全部消しそうになった。消去ボタンを押す寸前で気がついてデータは消えずに無事だったということですね。三つ目の例文です。先輩にひどいことを言われて思わず会社で泣きそうになった。先輩にひどいことを言われて思わず会社で泣きそうになった。涙が出るギリギリまで悲しかったけれど、なんとか我慢したという気持ちを表しています。どうですか？しそうになるのニュアンスはつかめましたか？ポイントは結局その出来事は起きていないということです。落ちそうになったは落ちていない。泣きそうになったは泣いていないという意味なので、ここ間違えないでください。明日の仕事でコーヒーをこぼす寸前で助かったら心の中で危ない、コーヒーをこぼしそうになったとつぶやいてみてくださいね。次の文法はことからです。この文法には大きく分けて3つの使い方があります。1つ目は理由や原因。2つ目は事実から推測するときの判断の根拠。3つ目は名前の由来です。少し硬い表現なのでニュースやビジネスの場面でよく使われます。接続のルールです。動詞やい形容詞は普通形にことからをつけます。な形容詞はなまたはである。名詞はであるの後にことからをつけます。では、例文を3つ見てみましょう。まずは1つ目、理由の例文です。彼は英語が流暢に話せることから海外プロジェクトのリーダーに選ばれた。彼は英語が流暢に話せることから海外プロジェクトのリーダーに選ばれた。
英語が話せるということが理由でリーダーになったという意味です。からやのでよりも客観的でプロフェッショナルな言い方になります。二つ目、判断の根拠の例文です。夜遅くなのにオフィスの電気がついていることから、まだ誰か残業していることがわかる。夜遅くなのにオフィスの電気がついていることから、まだ誰か残業していることがわかる。電気がついているという事実を見て残業しているに違いないと判断したという意味です。三つ目、名前の由来の例文です。このお菓子は形が星に似ていることから星のクッキーと呼ばれている。このお菓子は形が星に似ていることから星のクッキーと呼ばれている。星に似ているという理由でその名前が付けられたという意味ですね。どうでしょうか？この3つの意味の例文でニュアンスはわかりましたか？理由、判断の根拠、名前の由来。どれも事実に基づいて論理的に説明するときに役立つ表現です。明日の仕事でなぜあの商品が人気なのかと聞かれたら、デザインがシンプルなことから若い人に人気がありますよ、と論理的に答えてみてください。さて、最後の文法はところからです。この文法は一つ前で勉強したことからと非常によく似ていて、判断の根拠や名前の由来を表すときに使います。しかし、ところからにしかない特別な意味が一つあります。それは何かの始まりやきっかけを表す使い方です。今日はここを中心に覚えましょう。接続のルールです。動詞やい形容詞は普通形にところからをつけます。な形容詞はな、またはである。名詞はであるの後にところからをつけます。では、例文を3つ見てみましょう。1つ目の例文です。些細な言葉のすれ違いのところから2人は喧嘩になってしまった。些細な言葉のすれ違いのところから2人は喧嘩になってしまった。小さな言葉の違いがきっかけとなって大きな喧嘩に発展したという意味です。きっかけを表す典型的な使い方です。2つ目の例文です。日本の古いアニメを見たところから私の日本への興味が始まりました。日本の古いアニメを見たところから私の日本への興味が始まりました。アニメを見たことがスタート地点になって今の自分がいるということを説明しています。3つ目の例文です。彼は少し訛りがあるところから地方の出身だと分かった。彼は少し訛りがあるところから地方の出身だと分かった。これは判断の根拠の使い方です。訛りがあるという事実から推測して出身地が分かったという意味ですね。これはことからに言い換えることもできます。どうでしょうか？ところからのニュアンスはつかめましたか？ことからとの一番の違いは、そこから何かが始まったというきっかけのニュアンスを強く出せる点です。明日の仕事で自己紹介をするときは、日本のゲームで遊んだところから日本語の勉強を始めましたと自分のきっかけについて話してみてくださいね。これで今回の N2 文法の学習はすべて終了です。本当にお疲れ様でした。今日学んだ文法は日本で働く上で、そして日常生活を送る上で、どれも絶対に役立つものばかりです。ジャパラボではこのように日本で働くために本当に使える日本語の知識を配信しています。この動画で使用した資料も LINE で配布しておりますので、ぜひ LINE の登録もお願いします。また、この動画が役に立ったと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。